ご視聴いただきありがとうございます。本日は2026年2月26日です。昨年12月末に長年勤めた職場を退職し、自由な身となってから早いもので2ヶ月が経とうとしています。目指す目的地は雪深い岐阜県飛騨古川と白川郷早朝の東京インターを抜け、中央道を西へ向かいます。あいにくの雨模様となりましたが、雨男の私にとってはいつものことです。相模湖付近に差し掛かると雨も上がり始めました。雲をまとった山々が幻想的な表情を見せてくれます。山梨に入ると一気に天気が回復し、視界が開けました。正面には雪をいただいた南アルプスの山々、抜けるような青空と白銀のコントラストはまさに絶景です。東京を出発したのは午前6時半。時刻は午前8時を少し過ぎたところです。朝食を取らずに走り続けてきたので、ようやく一息といったところです。ここで朝ごはんにしましょう。ここ釈迦堂パーキングエリアは甲府盆地を一望できる絶景スポットでもあります。今朝の朝食は手軽に菓子パンとここでしか味わえない釈迦堂オリジナルコーヒー。釈迦堂パーキングエリアを後にし、さらに西へ神々しい南アルプスの山々が正面に見えます。すごいな。だ諏訪湖。諏訪湖だ。午前10時前、諏訪湖サービスエリアに到着。釈迦堂を出てからおよそ2時間が経過しました。ここで小休憩と給油を済ませます。ああ、ここからの景色がいいな。高台から見下ろす諏訪湖はいつ見ても心が洗われるようです。中央道から長野自動車道へ入りました。緑湖パーキングエリアまでは来たことがありますが、そこから先は私にとって未知の領域です。初めて目にする景色に自然と胸が高鳴ります。すると正面に姿を現したのは白銀に輝く北アルプスの峰々。思わず息を飲むような圧倒的なパノラマが広がります。松本インターで高速を降ります。ここからは国道158号線、いよいよ飛騨へと続く山道へのプロローグです。ちょうど松本電鉄の電車とすれ違いました。こうした偶然の出会いも旅の楽しみの一つですね。国道158号を進んでいくと乗鞍岳が近づいてきました。これほど間近に見るのは初めてのこと。その白く雄大な姿に思わず圧倒されました。左手に広がるのはあずさ湖。雪解け水が流れ込み、深いエメラルドグリーンに湖面が輝いています。シャトルバスの上高地。すごい。道を進むと目に飛び込んできたのは上高地行きのバスターミナル。いつかは訪れたいと憧れている地への入り口。上高地だ。マイカー規制があるからとどこか遠い場所に感じていた上高地。その玄関口にたどり着き、深い考えがこみ上げました。アボウトンネルまでやってきました。標高1000メートルを超える山々を貫く全長約 4.4 キロのトンネル。ここを抜ければいよいよ岐阜県に突入です。長い網を抜けた先、そこは
以前夏に訪れた時とは全く別の顔を見せてくれました。心配した道路に雪はありません。周囲は雪解けが進み、早くも春の雰囲気が漂い、冬を越えようとする飛騨の息吹を感じます。側道には1メートルを超える雪の壁。本来なら当地が豪雪地帯であることを物語っています。しかし期待していた雪積もる白川郷はこの時点でもう叶わないのだと悟りました。時刻は間もなく13時になろうとしています。予定より1時間ほど遅れて道の駅歩く飛騨古川に到着しました。結構混んでる。1時間遅れですが、ここまでの山道走行で疲れました。トイレ休憩とついでにスタンプもいただいていこうと思います。休憩所なのかな。あった。スタンプは無料休憩所の中にありました。少し体が軽くなったところで、ここから中心部にある瀬戸川と白壁土蔵街へ向けて車を走らせます。飛騨市役所の駐車場に到着。ここは観光客にも無料で開放されているとのことで、大変ありがたい場所です。混雑を心配していましたが、幸いにも空いていました。やってるかな。時刻は13時を過ぎました。散策の前にまずはお腹を満たしておきましょう。今回向かうのは事前に AI でリサーチしてもらったお店です。以前は自分であれこれと時間をかけて計画を練っていました。最近は人工知能のジェミニに相談するのが私の旅のスタイル。おかげで下調べも随分と楽になり、新しい発見も増えました。これだ。着きました。たどり着いたのは飛騨古川の名店、そば庄中屋さん。肉が苦手な私にとって AI が提案してくれたこのお店のメニューはまさに理想的でした。やってんの。一人です。こっちとかでもいい？あ、いいですよ。までに吸ってお待ちください。はい。あまりすりすぎると油が出てくるので、ちょっと粒が残るくらいというか。はい。このどのぐらいかな？注文したのは名物の飛騨えごまそば。そばが運ばれてくるまでの間、自分ですりつぶして待ちます。パチパチという音とともに香ばしい香りが立ち込めてきました。はい。ありがとうございます。このぐらいで大丈夫ですか？そうですね。はい。ありがとうございます。ポン酢をかけてますが、お好みでよかったら、はい塩でも召し上がってみてください。はい。ゆっくりどうぞ。はい。はい。あ、いいすり具合ですね。じゃあこちらへかけて絡めて食べてくださいね。はい。で今一番エゴマの香りが出てるので、うん花かつおは後で味変で使ってください。はい。これわさびです。はい。まずこれを。すりたてのえごまとともにいただくおそばは、えごまの豊かな風味が口いっぱいに広がり、実に美味でした。同時に注文した地元豆腐をそば粉で揚げた揚げ豆腐は、外はカリッと中はふんわり、大豆の甘みがしっかりと伝わってきます。これら合わせて1650円。この満足感でこのお値段は非常にリーズナブルだと感じました。心もお腹も満たされ、大満足の昼食となりました。こっからリスタートってことで。飛騨古川の象徴、瀬戸川沿いをゆっくりと歩いてみましょう。
静かな街歩きでした。さて、心地よい疲れとともに今夜の車中泊地へ移動することにしましょと、揚げ漬け、こも豆腐。う。夕食の買い出しに地元の有名店ファミリーストア佐藤へ立ち寄ります。お目当ては飛騨名物の揚げ漬けとこも豆腐、醤油だれが染みた油揚げに藁を巻いて茹でた独特の豆腐、いずれも AI が教えてくれました。どこにあんだ。これだ。こも豆腐。揚げ漬け、これだ。特産品。夕食の確保を終え、今夜の車中泊地へと向かいます。時刻は17時。今夜の車中泊地は明朝の冬の白川郷撮影を見据え、あえて1時間ほど離れた道の駅飛騨白山を選びました。世界遺産の混雑を避け、夏と冬の対比映像を朝一番で収めるためです。そのため前回断念した高山散策は今回も泣く泣く見送ることに。温泉の入浴締め切りも迫る中、苦渋の決断でしたが、明日の絶景を信じて白川方面へと車を走らせます。18時20分、今夜の車中泊地、道の駅飛騨白山に到着しました。岐阜県大野郡白川村国道156号沿いに位置する道の駅です。駐車場は普通車50台、大型車5台とコンパクトながら白川郷まで車で約15分という好立地にあります。無料の休憩所があるんだな。辺りはすでに真っ暗。冬季閉鎖中のためか、広い駐車場に車はわずか2台だけ。除雪は完璧ですが、この静けさと暗さは一人だと少し心細くなります。一応取ってあるはずなんだが、念のために。まずは24時間開放されている情報館へ。暖房の効いた室内では道路情報が放映され、旅人への配慮が感じられます。ここでスタンプを発見。以前野麦峠から能登へ抜けた際にも訪れているはずなのですが、不思議なほど記憶にありません。一応収集しておきましょう。真っ暗け。この間はあんなに人がいたところで、今回はもう誰もいねえ。怖いんだけど。道の駅から温泉までは歩いてもわずか 1,2 分の距離ですが、あまりの暗さと静けさに恐怖を覚え、車で移動することにしました。営業しているのか不安でしたが、建物の明かりと駐車場に止まる数台の車が見えた瞬間、ほっとしました。一人。ああ、はい。ここは入浴のみ。あ、カードも使えるんだ。はい。入浴料は800円でした。いい湯でした。ここ大白川温泉白水の湯は源泉かけ流しの天然温泉。泉質は塩分を含んだ硫黄泉で、切り傷や冷え性などに効能があるそうです。かすかな硫黄の香りに包まれて、運転で凝り固まった体を芯から解きほぐしてくれました。行きましょう。道の駅は隣だから。フクロウが鳴いてるよ。時刻は20時を過ぎ、道の駅に戻ってきました。この広大な駐車場に止まっているのは、私の他には1台だけ。静寂の中で響くフクロウの声が、ここが深い山の懐であることを教えてくれます。あまりお腹が空いていないので、夕食はスーパーのお寿司だけで済ませることにしました。飛騨の名物は
帰宅後の晩酌用に大切に持ち帰ります。朝です。起床は午前6時30分。いつもと変わらぬ時間です。夜中に2度ほど目を覚ましましたが、厚手のシュラフと電気毛布のおかげで寒さを感じることなくぐっすりと眠ることができました。湿度 85%。現在、車内の気温は 5.8 度。本日の予報は最低気温4度、最高気温15度、日中は晴れて春のような陽気になるようです。しかし現在は今にも雨が降り出しそうな曇天で、山には霞がかかっています。予報通りなら一気に雪解けが進む一日になりそうです。広い駐車場ですが、まだお休み中の方もいらっしゃいます。短期運転のエンジン音が静寂を壊してしまわないように、誰の迷惑にもならない一番端の区画まで移動してきました。まだみんな寝てるんで、ちょっと場所を移動しました。端っこの方で今、暖気してます。で、いつもと同じですね。今、コーヒーを沸かして、朝食を食べてから出発したいと思います。今1台また増えましたね。こんな感じです。と、茶は沸きました。なんか毎回なんか持ってくればいいのに、買うんちゃうんですよね。コーヒーね。また車が1台来ましたね。動き出しましたね。7時だからね。で、これ、昨日のスーパーで買ったやつね。蒸しパン2個。これ2個も食べれないな。俺牛乳も買ったんだけど、これは家で持って帰ろうかな。無理にあんま食べ過ぎても良くないので。この車は冷蔵庫搭載してます。12リッターだったっけかな。すっごいもう、何年使ってるだろう。ちょっともう、わかんないですけど。これね、一人だったらもう十分入っちゃいますね。入ってます。バッテリーがそれで、2個。大きいの、最近買ったやつと小さいの。2つ。何だったかな。途中でなんか切れちゃってたんですけど、切れちゃうんだよな。大丈夫か。88%。93% だったんで、5% か。途中で切れてましたけどね。今日、これから白川郷に行くんだけど、気温が上がる予報なんで、ちょっと頑張って動いててほしいですね。帰りは、車から直接取れるんで大丈夫です。こっちのちっちゃい方は、昨日は、電気毛布と、それから電源とかやってましたけど、今70%、100% だったけど70% まだありますね。電気毛布だけってあんまり食わないですね、正直。これでオフです。気温今6度ぐらいですね。あんまり、まあ、暖かくはないけど、言うほど寒くもない。6度ですね。まあ今これ炊いたりしたからね。お湯今炊いちゃったんで、ここの中でやっちゃったんで、湿度が 84% になっちゃってます。まだ今綺麗に、拭いたところは大丈夫ですが、脇はちょっとまだ結露が取れないです。後ろも取れてきましたね。もうすぐ出ても大丈夫な感じですかね。ベンチで回るといいんだけどね。ちょっとまあ、今そういう感じじゃないですよね。今日もあっちは晴れてるけど、曇りかな。山がでも、すごい幻想的。
な感じです。飯食ってからポチポチ今日は白川郷に行きます。道の駅を後にし、いよいよ白川郷へ向かいます。霧がすごい出てんな。前回訪れたのは盛夏の8月でした。今回の旅の目的の一つ、冬景色のかやぶき屋根が見れるでしょうか。すでに雪解けがかなり進んでしまっていますが、目的地が近づくにつれ、辺りは深い霞に包まれていきました。視界の先にあるはずの合掌造りの集落はまだその姿を見せてくれません。駐車場に到着、係員に支払い方法を確認します。あれ、お金は出るときですか？あ、わかりました。はい。カードも使えるとのことで安心した私は、この時料金を1000円と聞き間違えていました。後に自動精算機の前で驚愕の事実を突きつけられることになるとも知らずに、吊り橋を渡ればそこは別世界、冬の集落が姿を現します。雪はもうかぶってないね。前回はこのメインストリートは行ってないんだよな。人が多くて嫌だったんで。現在時刻は午前8時11分。最初に目指すは展望台。以前は車で登れましたが、現在は徒歩かシャトルバスのみとなっています。バスが動き出す9時より前に静寂に包まれた集落を撮るため、あえて歩きで向かいます。コープ白川。そっか。町の人たちの。ふと目に留まった生活の拠点。ここは映画のセットのような作り物ではなく、今も人々が根を張り暮らしている場所。世界遺産の看板の裏にある確かな生活の匂いに背筋が伸びる思いです。撮影にも細心の注意を払います。他人の家にカメラを向けているのだという自覚。敷地内へは決して足を踏み入れず、一線を引いてその美しさを記録させていただきます。展望台に行くのって歩いていくとこの道ですか？この道ならすぐ右に入る道があるんで。ああ、そうですか。はい、シャトルバスって何時は9時からです。あ、9時から。じゃあ歩いて、そこから右に行くところなんですね。シャトルバスの上からでもあの道ですね。から上がれるんですけど。わかりました。じゃあ行ってみます。すいません。係員さんは親切に右へ行けば近道ですよと教えてくれていたようです。しかし私の目にはその先にある車道しか映っていませんでした。運命の分かれ道。私は迷わず最も険しいルートを選び取ってしまったのです。上り12分。これだ。暑い。ちょっと暑すぎるな、これ。すごい。いい景色。ちょっとタイム。ちょっと休憩。いい竿だな。静かだ。おはようございます。住んでるんだね。今集落がある。山の裏側に来ちゃったけどな。これはなかなかだ。つかない。静かだな。あと800メーターだ。おはようございます。上がってきた。上は畑なんだ。わあ、山並みもすごい綺麗。白山連峰っていうのもね、なんかな。結構遠回りだね、こっちはね。多分シャトルバッチのあっちの方が
いいのかな。帰り向こうかってみるか。雪解け水がすごい。あ、見えた。大展望台。天守閣。あっちの奥にももっとでっかい山がある。ああ、来た来た。普段全然歩かないのに。観光の時はよく歩くね。閉まってる？閉まっちゃってる。ようやくたどり着いた標高およそ400メートルの高台。しかし、そこに待っていたのは非常なまでの静寂。時刻はまだ9時前。展望台への門は固く閉ざされていました。なんだこれやってないんですか？いや、もう間もなく開くと思います。あ、時間で。はい、ここ私有地なので、ええ。はい、お時間が来ないと開かないのでね。何時からですか？一応予定は9時なんですけど、中の状況によりますね。あ、もう9時か。ありがとうございます。作業の手を休め、足を止めてくれた地元のご婦人がいらっしゃいました。この地の冬の記憶を少しだけ伺ってみることにしました。まだ。
れがうん。今回は20何センチ。あ、今年ははいああ、そう。今はね。あ、今はね。うんあ今年あ。は1メーターちょっとしか降らなかったから。ああ、そうなんですか。少ないんですか。なんか、結構東北とかあっちの方はうんうんすごかったらしいけど、ここは少なかったです。ああ、そうですか。その代わり去年もすごかったです。あ、去年はね。ああ。毎日が同じじゃなくて。うん。どうも。あんだけなんか雪が多いような気がしたのに。違うんだね。疲れた。いや、ご婦人の言葉を胸に駐車場へと戻ります。朝、あの運命の分かれ道から始まった散策もこれにて幕引き、心地よい疲労感とともに白川郷を後にします。事前の計画では AI が推奨した名店を訪ねるはずでした。しかし店はあの険しい山道の途上、再びあの坂を登る気力は残されていませんでした。ならばと集落内で探すもどこも満員。肉が苦手な私にとって飛騨牛が主役のこの地で店を選ぶのは至難の業でした。すぐ近くには道の駅白川郷もありましたが、団体客の混雑を懸念し、確実な静かさを求めて再び道の駅飛騨白山へと車を走らせることにしました。さて、後払いの駐車料金を支払おうとした時、表示されたのはなんと2000円。入庫の時にしっかりと確認しておかなかったのが悪いのですが、これぞ世界遺産の洗礼。空腹が少しだけ増したような気がしました。料金は2000円です。お支払いは硬貨または紙幣で精算してください。2000円だって。ご利用ありがとうございました。道の駅は冬季休業だったので、隣接する白水の湯に向かいます。食事だけでも大歓迎だ。11時から2時まで。食事っていいですか？はい。肉が苦手な私が選んだのはかき揚げうどん、そして当地の名物飛騨牛コロッケを添えました。かき揚げ。じゃあ外見ながらにしようかな。よいしょ。白川郷インターチェンジから高速に乗り、飛騨清見を経て中部縦貫道へ。このままスムーズに帰路につけると思っていたのですが、高山西インターチェンジで降りた私を待っていたのは見覚えのある景色。昨日訪れた飛騨古川へといつの間にか引き戻されていました。さらにナビが選んだのは険しい山を行く県道76号。折り悪く朝から続いていた腹部の張りが昼食を終えてさらに増してきました。どこに向かっているのかわからない不安と人里離れた山道走行の連続での疲れ、一刻も早い安息の地を求めハンドルを握る手に力がこもります。時刻は15時。白水の湯を出てから2時間が経過。休みなく走り続け、ようやく道の駅奥飛騨温泉郷上宝にたどり着きました。さあ、帰ろう。機器を出し無事にスタンプも収集。さらにご当地の日本酒とどぶろくをゲットできました。いつまでも名残惜しく言っちゃダメです。翌日にはこの旅で購入したお土産で晩酌となりました。旅は終わりです。2日間を通じて飛騨古川の白壁の蔵、白川郷のかやぶき屋根の集落、懐かしい日本の風景に巡り会えた旅でした。雪深い風景は撮影できませんでしたが、そこには確かに日本の原風景が残されていました。岐阜の名産品を数多く食することができました。AI 検索による新たな発見、その効果が随所に現れた旅でもありました。歴史を知り生活に思いを馳せる、それが私の旅の原点だったはず。外見ばかりを追っていた自分を今は深く顧みています。白壁の蔵や
かやぶきの下にある人々の息遣いに寄り添う旅、そんな感性豊かな旅をここから始めようと思います。険しい山岳道を含む総走行距離 832.5km、 この道のりを相棒の N バンは今回も最後まで走り抜けてくれました。